いきますよ、ランファさん。水鉄砲でトルルルルもうみそらちゃんったら。水鉄砲もいいですね。ばらまく攻撃は性に合ってます。びしょびしょになっちゃった。みそらちゃんだけ水鉄砲ありなんてずるいわ。でもいろいろあったけど、こうしてまた私と遊べて嬉しいのって感じですかね。それにあなたも一緒で。あ、そうですそうです。ランファさんもいいことクラブ入っちゃいます？よかったら。いいの？いいですよ。もともと入部資格なんてないですし。じゃあ私新入部員ね。まずは何をしたらいいかしら。はい、まずはみそらちゃん。すみません。言い忘れてましたけど、今日はクラブ活動お休みの日なので水かけっこ続行です。お休み？そうだったの？はい。ちなみにリリちゃんは修行の続きで、ネアさんはカリザくんのしつけじゃなくてデート中です。デート？ランファさん今羨ましいとか思っちゃいました？岸さんとデートしたいなーって思っちゃったんですね。水着で。それはそんなことはあります。でもね、今はやっとみそらちゃんと仲直りできて、こうして一緒なんだから。我慢しちゃうんですか？岸さんとのデート。そうですか。それじゃあ私が岸さんとデートしますね。みそらちゃん。ぎゅっ、岸さんの左腕ゲットです。なかなか倍率高いんですよね、ここ。そんなずるいわ、みそらちゃん。これじゃ私だけ余っちゃう。みそらちゃんは私と遊ぶの嫌？そんなわけないじゃないですか。でも私も岸さんとデートしたいんですよね。というわけでランファさん、ここは一つですね。岸さんシェアしちゃいませんか？岸さんシェア？そうですそうです。
私好きなものって壊すか独り占めしたくなっちゃうんですけど、ランファさんとならシェアもいいかな。ありがとう。よくわからないけど、でも3人でデートなら賛成。あなたはどうかしら。それじゃあ岸さんシェアスタートです。まずはランファさん、私を参考に岸さんの右腕にギューってしましょうね。失礼します。ランファさんたらちょっと見ない間にすっかり大胆になっちゃってますね。そんなことはありますって。前は夢の世界で膝枕だけでも大騒ぎだったじゃないですか。覚えてないです？もちろん覚えてるわ。確かにあの頃とはちょっと違うかも。それにあなたの腕を取るのは初めてじゃないし、あの時も水着で。へえ、ランファさんってば私の知らない間にずいぶん岸さんと進んじゃったんですね。私置いてかれちゃいました。そんなことないわよね。ああ、やっぱり。もうランファさんばっかりずるい。私も岸さんと大人の階段登りたいです。その時には先輩のランファさんにお手本見せてもらわなくっちゃですね。ねえランファさん。私がお手本なんて無理よ。もうみそらちゃん。ごめんなさい。ちょっと久々だったのでからかいすぎちゃいました。熱々になったランファさんを冷ますためにもちょっと泳ぎませんか、岸さん。ああ、泳ぐの得意じゃないんですっけ。でも大丈夫ですよ。今日の岸さんの両腕には浮き袋がギューってくっついてますから。やっぱりくっついたままだと立ち泳ぎくらいしかできないですね。そうね。それにドキドキして大変だったわ。パレオも流されそうになっちゃうし。岸さんが捕まえてくれてよかったですね、ランファさん。あ、そうです。水も滴るいい岸さん、私のタオルでフキフキしましょうね。ランファさん、反対側お願いします。万歳してくれる？フキフキ、キュッキュッ。これでよしっと。それじゃあ岸さん、次はどうしましょうか。ああ、大変です。
それじゃ一休みしないとですね。ねえランファさん、岸さんに横になってもらって休ませてあげなくっちゃですよ。こういう時はどうすればいいんでしたっけ？膝枕。さすがランファさん、分かってますね。でも今日は岸さんシェアなので、私とランファさん2人で岸さんを膝枕しちゃいますよ。みそらちゃんったら。どうしたんですかランファさん、お顔が真っ赤ですよ。だってこんなの水着だから、直にあなたに触ってしまってるし、それにそれだけじゃなくて、みそらちゃんの太ももと私の太ももが触れ合って。ランファさんのお肌すべすべですね。スリスリ。くすぐったい。もうランファさんってば、今の私たちは枕なんですから、そんなにもぞもぞしてたら岸さんが。ぐっすりみたいね。岸さんってば普段から激務ですからね。ゆっくりお休みしてください。今日は本当にいい日ですね。天気はとっても良くて、空も海もクラクラするくらい真っ青で、岸さんをシェアしてランファさんと仲良く遊んで、ぶっちゃけもう二度とないかなって思ってたんで、ランファさんとこうして仲良しするのって。みそらちゃん。私ですね。あんまり何かにこだわったり執着とかする方じゃないみたいで、いいかもって思っても次の日はポイってしたくなったりとか、誰かと取り合いになりそうならすぐ諦めちゃったりとか、なんかそんな感じなんですけど、でも岸さんは私の中でちょっと例外になってるみたいで、それに誰かと大事なものをシェアとかこれまで考えたことなかったんですけど、今までは大事だって思えるものがなかっただけじゃなく、シェアしてもいいかなって思える相手がいなかっただけかもなんて思ったりして、こうしてシェアしてみるまでわかりませんでしたけどね。それってもしかしてシェアの相手が私だからとか思っていいの？岸さんは例外ですけど、私のことあんな無茶して止めようとしたり気にかけてくれる人、ランファさんが初めてなんですよね。ランファさんならもしかしたらお友達じゃなくてお友達になれるかもとか思っちゃったりなんかして。みそらちゃん、私も同じ気持ちよ。ありがとうございます。でも今更ですけどごめんなさいランファさん。レイジレギオンを抜けた時のこと。
謝って許してもらおうなんて、やったことがチャラになるなんて全然思ってないんですけど。でもきっとランファさんのことだから、私のことでとっても悲しい気持ちになったと思うので。いっぱい泣いちゃったわ。ですよね。だから私のためにそんなに悲しませちゃったこと、ごめんなさい。いいのよ、みそらちゃん。そんなこといろいろあったけど、でもやっとこうして本当にお友達と呼び合えるようになったんだから。そうですね。私天の弱なのでまたやらかしちゃうかもしれませんけど、お友達でいてくださいね、ランファさん。おはようございます、騎士さん。なんにもないですよ。ランファさんとイチャイチャしてただけで。それじゃあ騎士さんも起きたところでご飯を食べに行きましょう。私ラーメンがいいです。みそらちゃん、さっきのは。ほらほら二人ともはやくラーメンはシェアしてあげませんからね。この夏は騎士さんの視線を独占しちゃいますよ。だからほらほら、この水着の感想からお願いします。一緒にいいことしてキュンってなるたび、ラブに一歩一歩近づいてる気がします。本当の大好きまで待っててくださいね。騎士さんって本当にお人よしですね。殺し合いまでした私とお友達になってくれたり、いいことクラブに付き合ってくれたり。お人よしさんと一緒の時間が長くなってきたせいか、最近昔と比べて変わってきたなって思うんです。考えることとかやることがちょっとずつですけど。昔なら考えないことを考えて、やらないことをやるとき、いつも騎士さんが思い浮かんでくるんですよね。そのうち騎士さんで頭がいっぱいになっちゃうかも。はい、ランファさん、焼きそばです。ありがとう。
はい、ランファさん、焼きとうもろこしです。はい、ランファさん、アイスとホットケーキです。はい、ランファさん、じゃがバタとシーフードカレーと冷やし中華と浜焼き盛り合わせとフランクフルトとかき氷です。待って、みそらちゃん、こんなに食べられないわ。大丈夫ですって、キシさんもいますし。ラーメン美味しかった。あれ、ランファさん、どうしたんですか？お腹がいっぱいで、それになんだか急にすごく眠くて。ご飯食べると眠くなっちゃいますよね。さっき泳いだってのもありますし。じゃあランファさん、今度は私とキシさんで膝枕してあげますよ。でもそんな悪いわ。ありがとう、あなた、みそらちゃん。ランファさん、ランファさん。ああ、もうぐっすりですね。ランファさんに催眠術されたちょっとしたお返しって思ったんですけど、やりすぎちゃいましたかね。ランファさん、まつげ長い、角つやつや。はーい。ところでこの場合どうなるんでしょうね。もちろんキシさんシェアの話に決まってるじゃないですか。私とランファさん2人セットでキシさんとデートしましょうって話でしたけど、ランファさん寝ちゃいましたからね。なのでランファさんが起きるまで私がキシさんを独占しちゃいます。モノポリーってことで、肩失礼しますね。ピタッ。キシさんとぴったり肩を寄せ合って潮騒を聞きながら血の海みたいな夕暮れを眺めて、いいですね。いい感じにキュンってきてますねえキシさん、この夏はいろいろありましたけど、私いい子でした？ちゃんとキシさんのお願いを守れてましたか？よかった。保釈期間中はいい子のままでいるってランファさんたちには約束しましたけど、それはもちろん本気で言ったつもりですけど、キシさんに認めてもらっちゃったら本当に喜んでもらえるんなら、もう少しだけいいことしてもいいかなって思っちゃいます。
たくさんですか。でもそれならご褒美があった方が頑張れるかなって。飼ったことないですけど、ワンちゃんとかしつけるときってちゃんとできたらご褒美あげるんですよね。ワンワンクンクンなんて。私みたいな悪い子もいいことしたらご褒美がもらえるって覚えたら普通のワンちゃん並みにはなれるかも。あ、これはワンちゃんに失礼でしたかね。さすがに。ま、そんなわけですので、キシさん、ご褒美ください。そうですね。A とか B とか C とかおねだりもありですけど、たくさんいいことしてほしいならいきなりすごいご褒美もらっちゃうと後が続かないかもですよね。じゃあまずは私が質問しますので、キシさんはそれに正直に答えてください。いつだったかの誕生日 Q&A の逆バージョンみたいな。私がキュンってするかもな質問ですよ。例えば、私とランファさんどっちが好きですかとか。いいですね、いいですね。今のかなりのキュンでした。寝てるランフォさんには悪いですけど、ミソラポイント100万点追加って感じです。どんどん行きましょう。ミソラとキシさんのキュンキュン Q&A コーナー。第2問。妹と姉どっちが好きですか？なるほど、納得です。キシさんの妹ちゃんを名乗る子ってもう両手じゃ数えきれないくらいいますもんね。もう一人くらい増えても平気ですかね、お兄ちゃん。あんまりしっくりきませんね。やめときましょっか。それじゃ第3問。キシさんは浮気しちゃう方ですか？そうなんですか。なるほどなるほど。ちなみに私は浮気されちゃっても平気ですよ。男の子なら気まぐれしちゃう時とか普通にあると思いますし、そもそも同じものを好きでい続けるって大変だなーって理解のある私がいてよかったですね、キシさん。じゃあ盛り上がってきました第4問。キシさんって大きいのと小さいのどっちが好きですか？ちなみに私は結構大きい方ですよ。わあやったー。つまり私はキシさんの好みのタイプってことですね。なら今後もそこを成長させていくのもありかもです。さて楽しいキュンキュン Q&A も最後の1問です。なんとこのクイズの答え次第ではこれまで稼いだミソラポイントが1億倍になっちゃいますよ。では質問です。キシさんは悪い子って好きですか？そんなこと言っていいんです？私を喜ばせてこれからもいいことさせようとか思ってません？まあどっちでもいいんですけど、だってキシさんがどんなつもりで言ったとしても私結構普通にキュンってきちゃったのでちょろいですね、我ながら。というわけでキスしましょうか。
岸さん。はい、だってミソラポイント1億倍オーバーだったので。それに寝てるランファさんの横で岸さんとキスだなんて考えただけでドキドキしちゃいますね。ランファさんと岸さんシェアするのとっても楽しいんですけど、だからこそ抜け駆けしちゃったらとってもキュンキュンしそうだなってこういうところが悪い子なんですよね、私。じゃあ岸さん、目を閉じてください。それとも岸さんからしてくれます？ではでは、どうぞ。みそら様、何をなさっているのですか？あ、リリちゃん、修行中じゃなかったんですか？私は本日の成果を兄様に見ていただこうと。いえ、それよりお答えください、みそら様。今一体兄様に何を迫ろうとしていたのですか？もちろんいいことですねえ、岸さん。いいことですか？それは具体的にどのような？それは秘密です。岸さん、逃げますよ。兄様が宙に浮かんで？です。それじゃあリリちゃん、今から私と岸さんがどんないいことするのか知りたかったら、私たちを捕まえてごらんなさお待ちください、みそら様。兄様を解放してくださいませ。こっちこっち。食べられないわ、みそらちゃん。いいことするのってほんと大変ですよね。すぐ諦めたくなっちゃって逃げたくなっちゃいます。というわけでランデブーしちゃいましょう、騎士さん。兄様。いい運動しちゃいましたね。リリちゃんも砂浜をいっぱい走って修行になったんじゃないですかね。修行のお手伝いができてよかったです。何のことですか？なんて。リリちゃんはすごいですね。本当に信じられないくらいいい子で。
ロストしちゃった人を助けるために強くなろうとあんなに頑張って戦うのなんて全然向いてないのに、それに何より私に悪い子にさせられちゃったのに、私を責めたいはずなのにその気持ちを理性で抑え込もうとしてて、本当なら見習うべきなんだろうなって思うんですけど、ちょっと無理かなって。ありますって。私が諦めがちなのもあるかもですけど、なんか違う世界の住人だなって思っちゃいます。選んだ。リリちゃんとクリアちゃん、プレシアちゃんをフォールンのアバターにしちゃったことですか？確かあの時は。そうそう、エリス様が表に出られるようになったら、レイジレギオンの皆さんとは多分喧嘩になっちゃうかなって気がしてたので、それで私一人で騎士さんやユイさんたちと遊ぶのはちょっと大変かなって思ったんですよね。弥勒さんは手駒を用意したりするの苦手って言ってましたし、騎士さん的にはムッとくるかもですけど、実際そうなんですよね。私普通の魔物とか扱うのあんまり得意じゃないですし、ペンポコリンは自立型じゃないですから、目の届かないところで暴れさせたりとかはしにくいんですよね。そうしたらエリス様がシャドウを自分で出せるアバターを作ってくれたんですよ。というか廃棄データの中から引っ張り出してきたみたいですけど、ただアバターは空っぽの器みたいなものなので、ロストしたプレイヤーの魂を入れる必要があったんです。それがリリちゃんたちで。そういう話じゃないですか？ああ、そういう意味ですか。戦力がなんで必要だったかじゃなくて、なんででしょうね。とぼけてるわけじゃないですよ。ぶっちゃけ本当に知らないんです。エリス様から預かったロストした魂が偶然あの3人だったので、その中にピーちゃん、プレシアちゃんがいて、手強いアゾールダさんへの切り札になりそうだなって思って、あの時はそれ以上は考えなかったんですよね。でも改めて質問されると、エリス様がどんな理由であっちゃん、ピーちゃん、キューちゃんを選んだのかちょっとわかんないなって。どうなんでしょう。でもあの3人いい子って以外はあんまり共通点なくないです？もしかしたらエリス様と合体してたミネルヴァも関係してるとか、あるいは何か他のとか。ごめんなさい。現状これ以上私から教えてあげられることはないっぽいです。どうしても知りたいならエリス様に聞いてみるのが早いかもですね。騎士さんからの質問なら何でも喜んで話してくれると思いますし。でもエリス様もう管理者じゃないんでしたっけ？じゃあ何でもは無理かもですね。エリス様消えちゃわなかったみたいでよかったですね。もう管理者じゃなくなって、かわいそうじゃなくなって、普通の女の子みたいになって、もしかしたらランファさんだけじゃなくエリス様ともお友達になれるかもなんて。それか騎士さんをめぐってドロドロの殺し合いになっちゃうかもしれませんけど。私がエリス様に最初に会ったタイミングですか？あれはミネルヴァの上液とか楽しそうだなって思って、あっちに戻れなくなってもそんなに未練とかないですし、それで耳を手に入れて、
パソコンとかに詳しい人と超能力でお友達になってだいぶアストルムして、そうしたら結構びっくりしたんですよね。ぱっと見普通のファンタジーっぽい世界だなって思ったんですけど、魔法とか私の使う超能力とちょっと似てて、シミュレーションって言うんですか？どうにかして架空の世界で再現しようとしているというか、まあそんなこんなでどうやって作ったのかなって興味が出て調べ始めたら、世界が何度もリセットされてたり作り直されてるっぽいことが分かって、その痕跡をたどってみたらたどり着いたんです。岸さんも知ってるあの地下のお城に、正確には住んでるっていうか9割眠ってるような休眠状態だったんですけど、確か岸さんたちがカイザーインサイトを倒すちょっと前だったかな。その時のエリス様は心が擦り切れていて、すごい力があるのに自分ではどうすることもできなくて、本当にかわいそうで。って今さらそんな振り返り必要ないですね。だってさっきも言いましたけど、あの頃のどうしようもなくてかわいそうなエリス様はもういないんですから。私とですか？どうなんでしょう。エリス様が私のことを岸さんに対しての100億分の1でも気にしてくれてたら、そういうこともあるかもですね。今は力をなくしてあの城でほとんど寝て過ごしてるみたいですけど、いつか気持ちに整理がついたら行ってみてもいいかもですね。エリス様から拒絶されなければですけど。なんだか今日の岸さんはグイグイ来ますね。さっきたくさん質問しちゃった私へのお返しとかですか？まあそうですね。エリス様、ランファさん以上にコミュ障気味ですし、それに管理者じゃなくなって弱ってることや困ってることもあるかもですし、また何かお手伝いできそうなことがあるなら少しくらいは。そうですね。確かにそれはいいことかもですね。はい。ランファさんもですけど、岸さん本当に私のことを気にしてくれるんですね。なんだか分かっちゃいました。私の一番弱いとこ。自分のお気に入りな人に心配されたり気にかけてもらったり優しくされるのダメなんだなーって。やばいですね。ペコリーヌさんじゃないですけど、やばめです。キュンっていうかなんていうか、岸さんのこと本当にライクじゃなくなっちゃうかもしれません。でもそしたらエリス様とお友達になるハードルはすごい上がっちゃうかもですね。というか普通に喧嘩になっちゃうかも。やっぱり血みどろの殺し合いかも。ヒリヒリでバチバチでドロドロでぐちゃぐちゃな修羅場とかとっても楽しそうで、私的にはありよりのありなんですけど、いいことクラブ代表的にはダメですよね、多分。そうです。岸さん、何人かに分裂できたりしません？魔法とか超能力とかで。そうなんですか？残念。岸さんを増やす方法をちょっと考えてみるとして、ひとまずはエリス様とも岸さんシェアしてみましょうか。
私が我慢できる間は？それはもちろんエリス様からも他の怖い人たちからもたくさんの女の子たちからも全部逃げ切って私と一緒に恋のランデブーですよ。思うんですけど、ご褒美あった方がいいこと頑張れるかなって。じゃあまずはハグのご褒美お願いします。実は男の子との海デートって未経験だったんですよね。でも岸さんが私の初めてになってくれて嬉しかったです。自覚あるんですよ。歪んでるなーっていう。でも大事なものほど壊したくなっちゃうのは自分ではどうしようもないんですよね。だからランファさんやキシさんに止めてもらえて本当はちょっと感謝してもいるんです。大事なものって壊したくないから大事なわけですし。なのでちゃんとお礼させてもらおうかなって。私から私の大事なものを守ってくれてありがとうございました。お礼のチュッ。どこ行きやがったあいつだ。まだ遠くには行ってないはずだ。探せ。見失っちまいましたね班長。他の班からの発見報告もないし機器にも反応なし。テレポートでも使ってくれたら大体の位置は特定できるんすが。くっそ、面倒かけさせやがって。けどすごいですね。これだけの人数でもう何日も追いかけてんのにほとんど超能力使わずでガキ2人で逃げ続けるなんて。感心してんじゃねえ。もっと危機感を持ってバカ。ただでさえ上はイライラしてるってのに、万一 M3 号が他の組織に持っていかれるとかどっかでくたばるようなことになったら俺たちは消されるぞ。岸さん大丈夫ですか？頑張ってください。向こうにぼんやり見える橋のとこまで着いたら交代してあげますよ。私にぴったりくっついて
汗びっしょりの背中に顔をくっつける番です。こんな風にギュッ。おっと、ありゃ、チェーン切れちゃったみたいですね。長持ちしてくれた方かもですけど。キシさんってば本当にいい子さんですね。でもそんなことしてたらすぐ追っ手に捕まっちゃいますよ、私たち。それか警察コースかもしれませんけど。多分入り口は違っても行くとこは結局檻の中か実験室かなって。こういうの同じ穴のムジナって言うんですかね。ムジナって見たことないですけど、前にも言った通り私とってもレアなエスパーガールなので、いろんなとこから引く手あまたってやつなんですよね。ほんと迷惑もいいとこなんですけど、生まれとか運命とかそういうのだからどうしようもないんですよね。でも少なくとも今はそのたくさんの手に捕まっちゃわないようにしたくって、むしろ自分で誰かの手を引っ張っちゃうみたいな、こんな風にキュッドキドキしちゃってますね、キシさん。私のハグそんなに気持ちいいですか？もう女の子慣れしちゃってるんですから。とりあえず次の自転車探しに行きましょうか。徒歩じゃ大して移動できないですしね。あ、キシさんその顔。もう誰かの自転車を使っちゃうのはちょっとって感じですね。今さら気にしたら負けですよって言いたいんですけど、でもキシさんいい子ですもんね。なのに私が巻き込んだせいで悪いことたくさんさせちゃって、すり減った靴も膝が破れたジーンズもそのままで、気が休まる暇もなしで楽に寝ることもできなくて、多分お家の方も怖い人たちに見張られてもう戻れなくって、かわいそうなキシさん。でも約束してくれましたもんね。私に最後まで付き合ってくれるって今さら帰りたいって言ってももう話しませんけど。キュッ。それじゃあ自転車の前に何か栄養補給しに行きましょうか。お腹が空っぽじゃ心も体もしんどいですからね。海ですね。ずいぶん遠くまで来ちゃいましたね。まあ地図もないですし、どこの海だかわかりませんけど。はい、疲れましたね。警察とか組織とかいろんな人から追いかけられて逃げ続けて、でもほんと言うと私キシさんと会うずっと前から疲れてたんですよ。体っていうか心がですけどキシさんと二人っきりのランデブーの間はそんなことも忘れちゃうくらい楽しかったです。はい、とっても楽しかったですよ。この夏が誰かに無理やり終わらせられるくらいなら
岸さんと離れ離れになってあんな場所に閉じ込められるくらいなら。夜の海、綺麗ですね。真っ暗で広くて生きてる匂いがして、先が見えなくて世界の果てみたいで、吸い込まれそうで、なんだかおしまいって感じです。ザブーン。だってもう3日もお風呂入ってないですし、悪い子の上に臭い子じゃ岸さんに嫌われちゃいそうかなって。岸さんも一緒にどうですか？水が冷たくてとっても気持ちいいですよ。ほらほら、捕まえてごらんなさいって。岸さん泳げないんでしたっけ？岸さんってば無理しちゃって。でも来てくれるって思ってました。一緒ですもんね。もう足がつかないですけど、こうして手をつなげば大丈夫ですからね。キュッ。いいですね。広い広い海なのに、私と岸さん二人っきりでこのまま流されて波に誘われるままどこまでも行けちゃいそうです。もう離しません。絶対に。岸さん、ずっとどこまでも水の底でも。いやあ、岸さんってば起きちゃいましたか。何しようとしてたかですか？マウストゥーマウス、人工呼吸に決まってるじゃないですか。惜しかったですね。あと1秒寝ててくれればズキューンだったんですけど。いいえ、ちょっとお疲れモードっぽくてうたた寝しちゃってたみたいですね。それはもちろんしたかったからです。リリちゃんもランファさんもエリス様もいないですし、こんなチャンスめったにないですからね。けど本当はあんまり抜け駆けとかもいいことじゃないですかね。ああ、いいことってやっぱり大変ですね。まあでも前よりはすぐ諦めちゃおうって感じにはならなくなったかもです。これって多分ランファさんや騎士さんたちのおかげです。あとここだけの話、私的には結構気に入ってるんですよ。今のこの壊れかけの世界のこと。エリス様が解放されて管理者がいなくなってすっごい不安定になったみたいですけど、でも私のことを気にしてくれる人たちがいる世界ですから。そんな世界を騎士さんと二人っきりでラブラブランデブー、もうすっごく楽しそうなんですけど、でもなんだかいろんな人がこそこそ狙ってるっぽいんですよね。管理権とか気に入ったものとか人とか、私の手で壊すならともかく
よく知らない誰かに勝手されちゃうのは好きじゃないかなって。だからランデブーは夢の中だけにして、この夏が終わっても騎士さんと一緒にいいことしようと思います。たぶんってことで騎士さん、まずは栄養補給ですよ。はい、召し上がれ。